源氏物語2-1天世の品定め。源氏は17歳になった。ずっと宮中にいて、あまり妻葵の上に会いに帰らないから浮気を疑う人もいた。左大臣の家族はそれが嫌だった。彼の気を引くためにいろいろなことをしていた。特に妻の兄弟当の中将は源氏ととても親しくなった。彼は右大臣のもう一人の娘と結婚していたが、彼もまたあまり妻の家へ行くのが好きではなかった。だから源氏と当の中将はいつも宮中で一緒にいた。ある雨の晩、二人はいろいろな女性の噂話をしていた。高貴な女性は誰も悪いところを言わないから、本当の性格がわからない。それに比べると、中流の女性は個性が見えて面白い。でも、完璧な女性はいない。と、当の中将が言った。そこへ、年配の貴族が二人来た。結婚するなら、話を聞いてくれる女性がいいですよ。仕事のことや趣味のことについて、妻の意見を聞きたいと思う。そういう人がいい。まあ、普段は仲が悪くても、何かあったら一番信頼できる。そういう夫婦関係もありますが。一人がそう言ってため息をついた。私の元妻は賢い女で、仕事や趣味についても話ができる人でした。それに、私を心から愛してくれていました。でも、嫉妬深かった。私は若かったから、彼女の嫉妬が嫌で、わざと浮気をしました。私はあなたの嫉妬に我慢できない。他の女のところへ行きます。私と離婚したくなかったら、少し嫉妬を我慢してください。と言ったんです。私は妻が謝ると思っていましたが、彼女は、私はあなたの浮気癖に我慢できません。と怒って、私の指を噛みました。それで、私は懲らしめるつもりで、しばらく家に帰りませんでした。ところが、いくら待っても、妻は謝りませんでした。ある寒い晩、浮気相手の家へ行く気分でもなかったから、妻に会いに帰りました。妻は実家に帰っていましたが、私の着物を温めてくれていました。こんな寒い日は私が帰るかもしれないと思ったのでしょう。心が通じていると思って私は嬉しかった。でも本人がいませんから私はまた怒ってまたしばらく帰りませんでした。やがて妻は心の病気で亡くなりました。私が悪いんです。本当にあの嫉妬以外は最高の妻でした。それからは浮気相手のところへ行っても楽しくなくなってあまり行きませんでした。
ある晩、私はある貴族を牛車に乗せてあげました。彼の愛人のうちが私の浮気相手のうちと同じ方角だったんです。ところが、ついてみると、それは私の浮気相手のうちでした。二人は私が見ていることに気づかないで、私の悪口を言ってイチャイチャし始めました。それで、その女とはすぐ別れましたよ。あなたたちも浮気な女には気をつけてください。私の場合は妻の家族が厄介で、と当の中将が話を始めた。私もある女性とよく会っていました。父親がいないかわいそうな人でした。私は彼女の生活を助けてあげていました。私との娘も産んでくれた。しかし、妻の家族がそれを知って、彼女にひどい嫌がらせをしたんです。それで、彼女は子供を連れてどこかへ行ってしまいました。探したいけど、手がかりもありません。まだどこかで生きていたら、とても苦労していると思います。当の中将はもう一人の貴族に言った。あなたにも何か面白い経験があるでしょう？話してください。そんなに面白い話はありませんよ。と彼は言ったが、話を始めた。私は学生の時に先生の娘と付き合ったことがあります。それを知った先生はとても喜んでくれました。彼女はいつも私にいろいろ教えて、注意して叱ってくれました。一緒にいるととても勉強になりました。でも私は間違いや失敗が多い男ですから、そんな女と一生一緒にいたくはなかった。それでしばらく会いに行かなかったんです。でもある日用事があって仕方なく会いに行くと、彼女は私に部屋の中に入ってはいけないと言いました。しばらく会いに来なかった私を懲らしめるつもりだと思いました。彼女は高い声で言いました。体調が悪くて臭い薬を飲みました。だから近くに来ないでください。私はバカバカしい嘘だと思いました。でもすぐに気がついたんです。本当にすっごくニンニク臭かった。私は急いで和歌を残して部屋を出ました。家の人が返事を持って追いかけてきましたよ。そんな時でもすぐに洒落た和歌を書くことができるんですよ。ああいう女は。他の貴族たちは呆れた。作り話でしょう。いえ、本当の話ですよ。貴族たちはそんな話を朝まで続けていた。源氏は心の中で藤壺のことを思って、彼女こそが理想の女性だと考えていた。藤壺のことを思うと、なぜかいつも胸が苦しくなるのだった。